こんにちは、ピヨピッコです。ご要望の多かった足長ボディ用のトップス型紙、ついに公開します。ベースになるのはこの2種類のトップス。この型紙をアレンジすることで様々なお洋服が作れるんです。今回はトップス型紙とその作り方をご紹介します。型紙はブースで公開しています。ダウンロードしたら A4 で印刷。型紙は T シャツと前開きシャツの2種類。それぞれ長袖と半袖を選んで作ることができます。初心者さんでもアレンジしやすいように、ここの長さを変えることで袖の長さを調節できるようになっています。型紙はアレンジをしていろんな服が作れるように工夫してあります。アレンジのヒントを動画の後半でご紹介しているのでお楽しみに。型紙を赤いラインでカットします。型紙を布の裏側に置きます。この時、布目の向きに合わせて置くようにしてくださいね。柄の向きが決まっている場合は、そちらを優先しても構いません。チャコペンで書き写します。内側の線は縫製ラインです。縫う場所が分かりづらいなど、必要な場合は書き写しておいてください。2枚必要なパーツは、このように左右対称に取るようにしてください。布をカットします。ほつれやすい生地の場合は、ほつれ止めをしておくと安心です。このマークは合印です。これも書き写して、このようにハサミで切れ目を入れておきましょう。袖パーツの袖口を折ります。縫い服のような小さな布なら、このコロコロオープナーがおすすめ。端から端まで縫います。簡単に作るなら手芸ボンドで貼っても OK です。もう片方の袖も同様に縫っておきましょう。前身頃と袖を縫い合わせます。表面が内側になるように重ねます。カーブが強い箇所には切れ込みを入れることで合わせやすくなります。襟側は端まで縫っておきます。反対側も同じように縫っておきましょう。後ろ身ごろを袖と縫い合わせます。表面が内側になるように、左右を間違えないように気をつけてくださいね。このような形になったら正解です。縫い代を割って開いておきます。襟を折ります。切れ込みを入れておくことで生地が突っ張らず、きれいに開くことができます。端から端までぐるりと縫います。手芸ボンドで貼っても OK。表を内側にして袖で半分に折ります。
脇部分をこのように重ねます。袖の下、身ごろの脇をそれぞれ縫い合わせます。ミシンで縫う場合は続けて一気に縫うよりそれぞれ分けて縫った方が綺麗に仕上がりますよ。反対側も同様に縫いましょう。脇の縫い代を開いておきます。裾を折ります。裾を縫います。手芸ボンドで貼っても OK。袖の縫い代には切り込みを入れて、脇の角は切り落としておきましょう。ひっくり返します。後ろ身ごろの端を折ってから縫っておきます。手芸ボンドで貼っても OK。面ファスナーを取り付けます。私はドール服などにも使える薄手の面ファスナーを使っています。ふわふわの方を右の裏側に、チクチクの方を左の外側につけましょう。どちらでもいいのですが、縫いちゃんが痛くないかなと思ってそうしています。縫い付けるか接着剤でくっつけましょう。シールタイプの面ファスナーならさらに簡単につけられますよ。これで T シャツの完成です。実際に着せてみますね。比較的シンプルな型紙だから初心者さんでも作りやすいかと思います。ラグランスリーブになっているので袖の生地を切り替えるだけでもおしゃれな T シャツが作れますよ。続いて前開きシャツの作り方です。前身ごろと後ろ身ごろを肩の部分で縫い合わせます。それぞれの表面が内側になるようにしてください。襟の方は端まで縫ってくださいね。反対側も縫っておきましょう。縫い代を開きます。襟を作ります。襟パーツの表面を内側にして重ねます。外側をこのように縫いましょう。布端まで縫い切るようにしてくださいね。カーブに切り込みを入れます。縫い糸を切らないように注意してくださいね。角は切り落とします。ひっくり返します。角をしっかり出してくださいね。アイロンをしておきましょう。身ごろのパーツを表面を上にしておきます。先ほど作った襟を重ねます。合い印をしっかり合わせましょう。端から 2mm ぐらいの位置、縫い代部分で仮縫いします。見返しパーツを上に重ねます。表面が下になるように置いてください。このように縫います。
カーブに切り込みを入れて角を切り落とします。ひっくり返します。角をきれいに出してくださいね。見返しのヒラヒラした部分を肩に仮縫いします。合印と縫い目を合わせてくださいね。端から2ミリくらいの位置で仮縫いします。反対側も縫っておきましょう。シャツっぽい形になってきましたね。袖パーツの袖口を折ります。端から端まで縫いましょう。手芸ボンドで貼っても構いません。袖をつけます。片山の合印を合わせます。カーブが強いので切り込みを入れてから合わせるようにしてください。ここは端まで縫いません。反対側も同様に縫い付けましょう。袖を半分に折ります。袖の下、身ごろの脇をそれぞれ縫います。端まで縫ってくださいね。反対側も縫っておきましょう。脇の縫い代を開いておきます。裾を折ります。カーブには切り込みを入れておきます。ミシンの場合は身ごろをこのようにぐるりと縫いましょう。端から2ミリくらいの位置を縫うときれいです。手縫いの場合は裾だけを縫う、もしくは手芸ボンドで貼っても OK です。このようにミシンをかけることで重なっていた布が落ち着きます。肩周りに切り込みを入れて脇の角を切ります。シャツの形になりましたね。前の左右の合わせはお好みで変えてください。面ファスナーをつけます。ボタンをつけます。最近はこの速乾アクリアスティックをよく使っています。布とパーツなど
異なる素材同士の接着ができるんです。ノズルの先端が細いので、小さなパーツや隙間の接着に便利なんですよね。乾くと透明になるのも嬉しいポイント。これでシャツの完成です。見返しをつけているので、形が整っていて本格的な仕上がりになっています。襟の形や裾のデザインを変えるだけでもガラリと雰囲気が変わりそうですね。アレンジの一例をいくつかご紹介します。例えばこのワンピース。T シャツの裾にシャーリングを作った生地を縫い合わせます。A ラインの切り替えワンピースが作れます。T シャツ部分の着丈を短くしてハイウエストにしても可愛いですよ。T シャツ型紙をアレンジしてみます。このように胴回りだけを使うことでキャミワンピを作ることができます。シャツの型紙は身頃がタンクトップのような形になっているので、袖をつけなければノースリーブのシャツに。その他にもこのようなジレを作ることもできます。まずは前身頃の形を変更。裾を好きな長さまで伸ばします。重ね着するので肩周りを少し広げます。胴周りにもゆとりを持たせたいので、後ろ身頃の中央を少し広げます。この型紙でジレが作れます。他にもこんなベストも作れちゃうんです。裾を短くして前身頃の形を変更。肩周りと後ろ身頃を広げることでシャツの上に重ねて着ることができます。このようにほんの少しアレンジをすることで様々なお洋服が作れます。ぜひいろんなデザインの服を作ってみてね。こちらのウエストコートですが、トップス型紙のおまけとして型紙がダウンロードできるようになっています。ぜひ作ってみてね。今回ご紹介した型紙はブースで販売しています。ダウンロード後、印刷をしてご利用ください。利用規約をダウンロードページに記載していますので、ご利用される方はご一読お願いいたします。今回のトップス型紙のほか、ボトムス型紙、そして本体の足長ボディ型紙もブースで公開しています。皆様の推し縫い作りにお役立ていただけると嬉しいです。このチャンネルでは縫い作りに役立つ動画を投稿しています。チャンネル登録、ハイプもしてもらえるととっても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ぴよぴっこでした。